今あるものを使ってビームに役立てるかどうか、それとこれからビームにもっと役に立つためには何を作ったらいいのか、ヒントになるんじゃないか、実際の現場の方とお話をするってことがすごく大事じゃないかということで、プロジェクトを立ち上げさせてもらいたいっていうお話をまずは社内でした。バーチャルと現場の私どもが架け橋として商品をご提供できるようになればいいなっていうふうに思ってます。BIM というのは私はプロセス、仕事のやり方だと思ってるんです。BIM とはですね、BIM ソフトを使って3次元モデルを作り、図面を生成し、そこに情報を入れる、それを利活用する仕組みだというふうに思っています。またその BIM を使ってですね、新しい仕事のワークフローを作っていく、これも BIM の一つの仕事だと思っています。測量についての専門知識を持った専門スタッフの方が現場に常駐してですね、非常に熱意を持って測量での BIM っていうのに取り組まれたというのが一つあると思います。それを受けてですね、当社のスタッフがですね、設計および施工の内容で、一緒になって一体感を持って取り組めた、これがですね、成功の要因になったというふうに思っています。作業工程っていうのはどういうものを建てるっていうのを決めた段階で、柱を立てるとか内装をやるとかっていうのはもう決まってきますので、じゃあどこの段階でこの BIM のデータをどういうふうに使って、使うデータはどういうふうに作れば現場が使いやすくなる。で現場で今度は計測したものをどういうふうに戻してあげるとまた BIM で使いやすくなるっていうところもですね、全体の工程の中で当社の技術の人間と話してもらう。でやれることやれないこと、分からないことはあったので、じゃあとりあえずこれやってみましょう、でこれやってみましょうっていう形でやらせていただいた。BIM でって言われた時にはっていう感情がまず第一ですね。弊社としてもBIM を取り入れていると言いつつも、現場の方ではまだまだ取り入れてやってない部分があったので、取り入れてみなければわからないこともあると思ったので、そこはちょっと期待をしつつ手探り状態で始めたのが最初ですね。まず杭の位置出しですとか縦入れ精度の確認では、杭ナビという機器を取り入れてやってます。まず杭の位置出しに関してですが、従来ですと2人1組で1日に150箇所程度の位置出しで完了しました。杭ナビを導入しますと1人で200箇所、最大で300箇所ですね、そこまで出せてたので、倍じゃなく4倍ぐらいの効果が出てるのかなと。ICT 研究でいうと、マシンコントロールシステム、いわゆる重機の自動掘削制御をしました。根切り工事ですと、この掘削ですね、バケットの深さ管理、あと土間工事ですとハイド板という土地を慣らすものがあるんですけども、そちらの高さ管理を自動にしてもらうというところでやってます。で今までですと掘った後、慣らした後にまた同じく2人1組で高さ確認をしてたんですが、自動で制御してくれるので、それがゼロにはならないんですが、大幅に回数が減っているというところでメリットはありますね。MC の中で一番良かったのはハイド板の MC による、土間の下地の管理ですね。やはりコンクリートの厚み、平坦性を確保することにこだわりを持ってますので、下地がしっかり作ることができました。正直今まで経験した中では一番品質のいいものが作れたんじゃないかなと自負してます。今までですとコンクリートの平坦性、そういったものは3メーターピッチで測定をして結果をお客様に報告していると。ですので3メーターと3メーターの間はいかにレベル精度が悪くても報告書に上がってこないんですが、 3D スキャナーですと点なので全ての面として測定することができますので、全てのデータをご報告できると、その点はいいですね。我々 BIM で設計していますもんですから、3次元で形状を作り図面を描くってことをやってるんですけど、どうしてもその形状なり図面っていうのが実際に施工においてどのように施工されるのか管理をしたりチェックをしたりっていうのが難しい状態になります。そういうふうなところがですね、レーザースキャナーによってデータが設計に戻ってくることによって管理およびチェックができる、それがすごく大きいというふうに思っています。まずは BIM が、どんどんと進化をしていって、そのまま BIM の図面をですね ICT 研機に導入するですとか、そういった形でいきますと、
やはり我々の目指すところ、設計図通りのものをそのまま作るというところですね。それが自動化できるんではないかなと考えています。BIM の次の時代に必要なものは BIM を活用した活用方法をさらに深めていくこと、そういうふうなところがですね、我々デジタルコンストラクションと呼んでまして、さまざまな新しい技術を入れた施工および設計の取り組みを始めています。その先にあるもの、設計で培った情報、それから施工の情報、そういうふうなものをですねデータベース化してですね、それをさらに建設業だけじゃなくて新しい業界の中で使っていく、政府が言ってますデジタルトランスフォーメーションというふうなものに対してもやっぱり真摯に考えて向かっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。BIM についてまず率直に思ったのは、3次元化したモデルで見れるので非常に完成形がイメージしやすいですね。後々工場見学なんかでも利用できるんじゃないかと考えています。設備の維持については今というよりは5年後10年後でも可視化できるような仕組みが作れるんじゃないかというふうに大きく期待しております。BIM っていうのはコンピューターの中でものすごく効率が上がったと思うんですね。BIM があってもなくても測るってことをやらなきゃいけない。その測るってことと BIM をつないであげるとさらにですねいいものができていくんじゃないか、さらに効率が上がるんじゃないかっていうふうに思って、そっちの方向に進めていければ非常にいいかなっていうふうに私は思ってます。